ゆっくり解説。ハリウッド最高の愛すべき男。名優ジャック・レモン。傑作映画ベスト10。マリサ、今回はどんな素敵なスターを紹介してくれるのかしら？昭和の映画には、本当に魅力的な俳優さんが多いわよね。おう、レイム。今回はな、ハリウッド黄金期の中でも特にみんなに愛された名優、ジャック・レモンを特集するぜ。彼はただのスターじゃなく、最高の愛すべき男って呼ばれた特別な俳優なんだ。最高の愛すべき男？すごく素敵な響きね。どんなところが魅力なの？彼の魅力は、なんといっても親しみやすいキャラクターだな。見る人みんなを笑顔にするコミカルな演技が最高なんだ。でもそれだけじゃない。シリアスな役も完璧にこなす、まさに天才役者だったのぜ。そして何より、どこかドジで情けないんだけど、なぜか放っておけない、そんな人間臭さが彼の最大の魅力なんだ。なるほど。聞いているだけで、なんだか応援したくなっちゃうようなキャラクターなのね。どんな映画があるのかしら？任せとけ。これから彼の輝かしいキャリアの中から、特に記憶に残る傑作映画をランキングで10本紹介していくぜ。みんなも一緒に、彼の魅力にどっぷり使ってくれよな。第10位。ミスター・ロバーツ。1955。いよいよランキングの始まりね。記念すべき第10位は、どんな作品なのかしら？堂々第10位にランクインしたのは、1955年公開の映画、ミスター・ロバーツだぜ。これは、ジャック・レモンがハリウッドスターへの階段を駆け上がった。まさにその第一歩であり、彼の愛すべき男の原型が生まれた記念碑的な作品なんだ。キャリアの出発点になった映画なのね。それだけ評価されたってことかしら？その通りだぜ。なんと彼はこの作品で、アカデミー助演男優賞を初受賞したんだ。彼が演じた、どこか憎めないコミカルなキャラクターが、観客だけじゃなく批評家たちの心もわしづかみにしたんだな。いきなりアカデミー賞なんてすごすぎるわ。一体どんな役だったの？彼が演じたのはフランク・パルバー少尉っていう情報士官さ。普段は横暴な環境を怖がって部屋に閉じこもりがちなんだけど、口だけは達者な怠け者っていう、まさに愛すべき男の原型みたいな役柄なんだぜ。劇中で、女性兵士に消毒用アルコールをウイスキーと偽って飲ませようと企むんだけど、結局ヘマをして失敗するシーンなんて、彼特有の愛嬌と憎めないダメさ加減が爆発してるんだ。うっふ、想像しただけで面白いわね。でも、ただ面白いだけじゃなくて、感動するような場面もあったりするの？そこがこの映画のすごいところなんだ。物語のラスト、あれほど臆病だったパルバーが、尊敬していた上官の戦士を知って、彼の意志を継ぐように初めて艦長に立ち向かう決意をするんだぜ。この笑いと涙の振れ幅を見事に表現したからこそ、彼はオスカーを手にしたんだ。まさに彼の原点にして、傑作なんだぜ。第9位。シュトバラの日々。1962。10位はコミカルな役柄だったけど、次はどんな作品なのかしら？やっぱり面白い映画？いや、それが全く違うんだぜ。第9位は、彼の俳優としての幅を世に知らしめた一本、1962年公開の酒とバラの日々だ。これは、それまでの彼の陽気なイメージを180度覆すような、非常にシリアスで衝撃的な作品なんだ。そうなの。コメディ俳優のイメージが強いから、シリアスな役は想像がつかないわ。だからこそこの作品は重要なんだ。彼が演じたのは、ごく普通のサラリーマンが、妻と一緒にアルコール依存症に陥って、どん底まで落ちていくという、とてつもなく重い役柄だったんだぜ。アルコール依存症、聞いているだけで胸が苦しくなるわね。家庭も大変なことになりそう。その通りで、映画では夫婦の家庭が酒によって徹底的に蝕まれ、崩壊していく様子がリアルに描かれている。アカデミー賞ノミネート。それだけ演技が高く評価されたのね。物語は、最後には救われるのかしら？それが、この映画の結末は本当に悲しいんだ。なんとか更生への道を歩み始めたジョーの元を、まだ依存症を認められない妻が訪ねてくる。でも結局、二人の道は交わることなく、
彼女は彼の元を去っていくんだぜ。愛しているのに、病が二人を引き裂いてしまうんだ。そんな、あまりにも切なすぎるわ。でも、そんな難しい役を見事に演じ切ったからこそ、ジャック・レモンがただのコメディ俳優ではないって証明されたのね。第8位、おかしな二人、1968。シリアスな作品も素晴らしかったけど、やっぱりジャック・レモンの明るい演技も見たいわ。次はコメディかしら？その期待、裏切らないぜ。第8位は、コメディ映画史に燦然と輝く傑作、1968年のおかしな二人だ。そして何より、この作品で映画史最強の名コンビ、ジャック・レモンとウォルター・マッソーが本格的に誕生したんだぜ。名コンビ、聞いているだけでワクワクするわ。どんな風におかしな二人だったの？これが最高におかしいんだ。妻に家を追い出された二人が同居を始めるんだが、これがまさに水と油。ジャック・レモン演じるフィリックスは、料理上手で掃除好き。塵一つでも気になるほどの潔癖症で神経質。ふむふむ、几帳面なタイプなのね。一方、ウォルター・マッソー演じるオスカーは、部屋は散らかし放題、食事は雑、ポーカーが大好きっていう超ズボラなスポーツ記者なんだ。性格が正反対の二人が一つ屋根の下で暮らすなんて、想像しただけでトラブルの予感しかしないわね。その通り、この映画は、劇作家ニール・サイモンの大ヒット舞台劇が原作なんだけど、二人の性格の違いが生む衝突がとにかく面白いんだ。例えば、オスカーが仲間と楽しむポーカーの場に、フィリックスが掃除機をかけたり、消毒液を撒いたりして雰囲気をぶち壊しにしちまうんだぜ。さらには、アパートの女性姉妹をディナーに招待したのに、フィリックスが自分の離婚話を初めて号泣。姉妹ももらい泣きして、せっかくのパーティーがお通夜みたいになっちまうんだ。この二人、この作品を皮切りに、その後も、こっちおじさんやシニアカップルズなど、多くの映画で息の合ったコンビ芸を披露し、合計11本もの映画で共演したんだぜ。うっふ、迷惑だけどなんだか憎めないキャラクターなのね。二人のやりとりが目に浮かぶようだわ。11本も共演したなんて、本当に伝説的なコンビだったのね。だろ？些細なことで言い争う姿は、まるで長年連れ添った夫婦のようでな。この絶妙な掛け合いと、正反対だからこそ生まれる化学反応が、世界中の観客を爆笑させたんだ。まさに伝説の始まりにふさわしい一作なんだぜ。第7位、チャイナシンドローム、1979。名コンビのコメディ、最高だったわ。次はどんな一面を見せてくれるのかしら？また笑える作品？いや、ここらでぐっと雰囲気が変わるぜ。第7位は、彼のキャリアにおける演技派としての地位を確立した1979年公開の社会派サスペンススリラー、チャイナシンドロームだ。これはジャック・レモンが俳優としての新境地を切り開いた、見る者の心臓をつかむような、とてつもなく緊張感のある作品なんだ。サスペンススリラー。今までとは全然違うジャンルね。彼はどんな役を演じたの？彼が演じたのは、原子力発電所に勤めるごく平凡な技術者、ジャック・ゴデル役だぜ。彼は偶然、原発の重大な欠陥を知ってしまうんだが、巨大な組織を前にして、告発すべきか沈黙すべきか、自らの良心と恐怖心の間で激しく葛藤するんだ。この平凡な男が抱える苦悩と正義感を、まさに鬼気迫る演技で見事に表現してな。その演技は世界中で絶賛されて、カンヌ国際映画祭で男優賞を受賞。さらにアカデミー主演男優賞にもノミネートされたんだぜ。カンヌで男優賞。それは本当にすごいわね。なんだか、ただのフィクションとは思えないようなリアリティを感じるわ。まさにその通りなんだ、レイム。実はこの映画を伝説にした、もっとすごい逸話があってな。なんとアメリカでこの映画が公開された1979年3月16日の、わずか12日後、ペンシルベニア州のスリーマイル島で史上最悪レベルの本物の原子力発電所事故が発生したんだ。そんな偶然があるの？ああ、映画で書かれた恐怖が、フィクションではなく現実のものとなったことで、世界中にものすごい衝撃を与えて、一大社会現象になったんだぜ。彼の迫真の演技と現実が奇跡的。
いや悪夢のようにリンクしたことで、この作品はただのサスペンス映画じゃない、伝説の一本として語り継がれてるんだ。第6位、マイハートマイラブ、1980。社会派サスペンスでの名演、本当にすごかったわね。次はどんな顔を見せてくれるのかしら。ああ、今度は見る者の涙腺を崩壊させるような、感動的なヒューマンドラマだぜ。第6位は、彼のペイソスという唯一無二の魅力が最大限に発揮された1980年公開のマイハートマイラブだ。彼の真骨頂とも言える、人間味あふれる演技が心に染みる傑作なんだ。ヒューマンドラマ、ジャック・レモンにぴったりのジャンルな気がするわ。どんなお話なの？彼が演じるのは、ブロードウェイの人気者、スコッティ・テンプルトンという男さ。いつも陽気で周りを笑わせている彼が、実は末期癌で余命わずかだということを知るところから物語は始まるんだ。残された時間で、彼は13年間も疎遠だった一人息子との絆を取り戻そうと奮闘するんだぜ。余命わずかなのに、息子のために、なんて切ないお話なの。想像しただけで泣いてしまいそう。ああ、彼の演技がまた素晴らしいんだ。死の恐怖や絶望を心の奥に隠して、息子の前ではあくまで明るく、おどけてみせる。でも、その笑顔の後ろにある悲しみ。つまりペイソスが、ひしひしと伝わってくるんだぜ。ユーモアと哀愁を織り交ぜながら、息子との心の溝を埋めようとする父親の姿は、見る者すべての胸を打つんだ。そんな繊細な演技、きっと世界中から評価されたんでしょうね。その通りだぜ。この魂を揺さぶる名演で、彼はアカデミー主演男優賞にノミネートされた。それだけじゃない、ベルリン国際映画祭では見事、最優秀男優賞にあたる銀熊賞を受賞したんだ。コメディやサスペンスだけじゃない、こうした人間ドラマを演じさせたら彼の右に出る者はいないってことを、改めて世界に証明した作品なのぜ。第5位、摩天楼を夢見て、1992。涙なしには見られない作品だったわ。次はどんなランキングなのかしら。よし、ランキングもいよいよ折り返しだぜ。第5位は、演技派俳優たちが繰り広げる、緊迫した絶戦が最高に痺れる1992年公開の摩天楼を夢見てだ。これはな、男たちのプライドと焦りがぶつかり合う、ヒリヒリするような人間ドラマなんだ。男たちのドラマ、なんだか重厚な響きね。キャストもすごそうな予感がするわ。予感じゃない、事実だぜ。この映画は、アルパチーノを筆頭に、ケビン・スペイシー、エド・ハリス、アラン・アーキンと、当時のハリウッドを代表する演技派俳優たちがずらりと顔を揃えているんだ。まさにオールスターキャストだな。うわぁ、本当に豪華絢爛ね。そんなすごい俳優さんたちの中で、ジャック・レモンはどんな役を演じたの？彼が演じたのは、シェリー・レビーンっていうローセールスマンさ。かつては敏腕で鳴らしたんだが、今はすっかり落ちぶれて成績不振にあえいでいる。さらに入院中の娘がいて、なんとしてもクビになるわけにはいかない。っていう、最も追い詰められた役柄なんだぜ。それは見ていて辛くなるような役どころね。物語はどんな風に進むの？この映画は、もともとピューリッツァー賞を受賞した有名な戯曲が原作でな。だから物語のほとんどが、オフィスでのセールスマンたちの会話劇、つまり、絶戦で進んでいくんだ。本社から来た男に、今月、成績トップ2以外は全員クビだ。って宣告されてから、男たちの騙し合いや罵り合いが火花を散らすんだぜ。その中でも、必死に食らいつこうとするジャック・レモンの悲哀に満ちた演技は圧巻でな。この演技で彼は、ベネチア国際映画祭の最優秀男優賞を見事に受賞したんだ。第4位、セーブ・ザ・タイガー、1973。いよいよトップ4ね。これまでの作品もすごかったけど、第4位はどんな映画なのかしら？ああ、第4位はジャック・レモンのキャリアにおいて、まさに頂点と呼ぶにふさわしい一本だぜ。彼の悲願が叶い、初のアカデミー主演男優賞に輝いたのが1973年公開のセーブ・ザ・タイガーなんだ。主演男優賞、ついに取ったのね。ミスター・ロバーツの助演もすごかったけど、主演となると重みが違うわ。一体どんな役だったの？
彼が演じたのはハリー・ストーナーというアパレル会社の社長なんだが、これが公私ともに追い詰められてボロボロなんだぜ。会社は倒産寸前で資金繰りに奔走し、おまけに過去の戦争で負った心の傷、つまりトラウマにも絶えず苦しめられている。そんな中年男性の絶望と孤独を、彼は見事に体現してみせたんだ。会社の危機と心の傷。二重の苦しみを抱えていたのね。特に彼の演技が光るような場面はあったの？ああ、彼の演技の凄まじさがわかるシーンがある。会社の命運をかけた新作発表のファッションショーでスピーチをするんだが、その壇上で突然、戦争のフラッシュバックに襲われてしまうんだ。目の前にいる華やかな観客たちが、かつて戦死した兵士たちの姿に見えてしまうんだぜ。彼の精神的な混乱が痛いほど伝わってきて、息を飲むほどだ。そんな状況で、会社を立て直すなんて無理そうね。だからこそ、彼は究極の選択を迫られる。会社の資金繰りのために、保険金目当てで自社ビルに放火するという違法行為に手を染めるべきか、激しく葛藤するんだ。成功を夢見てきた男が、倫理観と破滅の間で揺れ動く様を、ジャック・レモンは痛々しいほどリアルに演じ切ったんだぜ。この役でオスカーを受賞したのも納得の名演なんだ。第3位、お熱い夜をあなたに、1972。オスカー受賞作の次に来るなんて、よっぽどの名作に違いないわ。第3位は何かしら？もちろんだぜ。第3位に輝いたのは、ビリー・ワイルダー監督との黄金コンビの円熟を感じさせる1972年公開のロマンティックコメディお熱い夜をあなたにだ。ビリー・ワイルダー監督と、その組み合わせはもう名作確定みたいなものね。どんなコメディなの？ジャック・レモンが演じるのは、仕事一筋で超堅物のアメリカ人社長を演でるさ。彼は休暇中に事故死した父の遺体を引き取りに、風光明媚なイタリアのリゾート地、イスキア島へやってくるんだ。ところが、そこで父には長年の愛人がいたことを知るんだぜ。うわ、お父さん、やるわね。堅物な息子としては頭が痛い展開だわ。だろ？しかも、その愛人の娘パメラも母親の遺体を引き取りに来ていて、鉢合わせするんだ。最初は奔放な彼女や、万事のんびりしたイタリアの気質にイライラしっぱなしのウェンデルなんだが、美しい景色と彼女の魅力に触れるうちに、ガチガチだった心が少しずつ解きほぐされていくんだ。仕事のことしか頭になかった中年男が、人生を楽しむことの素晴らしさに目覚めていく。その心の変化をジャック・レモンが絶妙な塩梅で演じているんだぜ。大人の恋物語って感じで素敵ね。きっと評価も高かったんでしょう？ああ、堅物からロマンチストへと変わっていく見事な演技で、彼はゴールデングローブ賞の主演男優賞に輝いたんだ。イタリアの美しい風景の中で、人生の喜びを取り戻していく中年男の姿は、見る人すべての心を温かくしてくれる。まさに大人のための極上コメディなんだぜ。第2位、アパートの鍵貸します。1960。いよいよ第2位ね。3位がビリー・ワイルダー監督との傑作だったけど、それを超えるってこと？その通りだぜ。第2位は、大都会に生きる人間の孤独と哀愁をコメディとして昇華させた、映画史に燦然と輝く不朽の名作、1960年のアパートの鍵貸しますだ。これぞビリー・ワイルダー監督とジャック・レモンの黄金コンビが生んだ、最高傑作の一つと言っていいだろうな。最高傑作、すごいわね。やっぱり賞もたくさん取ったのかしら？もちろんだぜ。この映画はなんと、第33回アカデミー賞で作品賞、監督賞、脚本賞を含む主要5部門を独占したんだ。コメディでありながら、大都会に生きる人間の孤独と哀愁を見事に描き切った点が、とてつもなく高く評価されたんだぜ。作品賞まで、それは本物ね。ジャック・レモンはどんな役だったの？彼が演じたのは、CC バクスター、通称バドっていう、しがない保険会社の平社員さ。彼、出世したいがために、自分のアパートの部屋を上司たちの不倫の密会場所として貸し出すんだ。そのせいで自分は夜遅くまで街をさまようことになる。この、どこか物悲しくて、でもお人よしなサラリーマンの哀愁が、彼の魅力と完璧にマッチしてるんだぜ。
彼のキャラクターを象徴する有名なシーンがあってな。風邪をひいて一人寂しく食事の準備をするんだが、スパゲッティの湯切りに、あろうことかテニスラケットを使うんだぜ。このみすぼらしさとユーモアが同居した感じが、まさにバドっていう男そのものなんだ。テニスラケットでスパゲッティ。うっふ、なんだか切ないけど、くすっと笑っちゃうわね。彼の人の良さが伝わってくるようだわ。だろ？そして、彼が密かに思いを寄せるのが、シャーリー・マクレーン演じるエレベーターガールのフランなんだ。しかし皮肉なことに、彼女はバクスターが最も尊敬する人事部長の愛人だった。その密会場所も、もちろんバクスターの部屋なんだぜ。そんな、好きな人が自分の部屋で、別の上司と相引きしてるなんて、辛すぎるわ。ああ、だからただのコメディじゃない。ペーソス溢れる人間ドラマだからこそ、今も世界中で愛され続けているんだ。出世と恋と良心の間で揺れる男の姿は、多くの人の共感を呼んだ。まさにジャック・レモンの愛すべき男としての魅力が頂点に達した作品と言えるな。第1位、お熱いのがお好き、1959。ついに第1位の発表ね。2位がアカデミー作品賞だったけど、それを超えるほどの作品ってことよね。ああ、数々の傑作を抑えて堂々の第1位に輝いたのは、1959年公開、コメディ映画の金字塔、お熱いのがお好きだ。ジャック・レモンの魅力が頂点で爆発した。映画史に輝く不滅の傑作なんだぜ。わあ、タイトルからして楽しそう。金字塔って言われるくらいだから、メンバーもすごかったんじゃない？その通りだぜ。監督は名優ビリー・ワイルダー。そして共演はあの世紀の大スター、マリリン・モンローだ。このドリームチームが生んだ、まさに奇跡のコメディなのぜ。マリリン・モンローまで、豪華すぎるわ。ジャック・レモンはどんな役で見せてくれたの？相棒のトニー・カーティスとギャングから逃げるため、女装して女性楽団に潜り込むベーシスト、ダフネを演じたんだ。二人で女装したのね。ああ、トニー・カーティスの方はマリリン・モンローに近づくために、さらに大富豪のふりをするんだが、ジャック・レモン演じるダフネは、女のふりをしているのに、本物の大富豪の老人オズグッド3世に本気で惚れられて、猛烈に求婚されるんだぜ。その時の困り果てた表情や仕草が最高に面白くてな。この名演でゴールデングローブ賞の主演男優賞を受賞、アカデミー賞にもノミネートされたんだ。女装して、おじいさんに言い寄られるなんて、想像しただけで笑っちゃうわね。この映画を伝説にしたのが、映画史に残るラストシーンだぜ。ついに観念したダフネが自分は男だと正体を明かす。普通ならドン引きだろ？ところがオズグッドは全く動じずにこう言うんだ。Well, nobody's perfect. つまり、完璧な人間なんていないさってな。この粋なセリフはアメリカ映画の名セリフベスト100にも選ばれてるんだ。完璧な人間なんていないさ。なんておしゃれで寛大なセリフなの。すべてを受け入れる、究極の愛の言葉かもしれないわね。そうなんだ。最高の笑いと、最高のラストシーン。ジャック・レモンのコメディアンとしての才能が頂点で花開いた。まさにランキング1位にふさわしい、愛すべき傑作なんだぜ。総評、まとめ。いやー、本当に素晴らしいランキングだったわ。コメディからシリアスなドラマまで、ジャック・レモンって本当にいろんな顔を持っていたのね。ああ、そうだろ？女装した3枚目から、アカデミー賞を取った社会派の主人公まで、どんな役でも完璧に演じこなす。でも、その根底にはいつも人間味あふれる温かさと、どこか憎めない愛嬌があったよな。だからこそ、ただの喜劇役者じゃない。最高の愛すべき男って呼ばれたのね。彼の映画を見ると、なんだか心が温かくなるような気がするわ。まさにそれなんだぜ。彼の笑顔も、困った顔も、涙も、すべてが見る者の心に寄り添ってくれる。完璧じゃないけれど、懸命に生きる彼の姿は、見る者に勇気と共感を与えてくれるんだ。だからこそ、時代を超えて今もなお、世界中の映画ファンに敬愛され続けているんだ。今回のランキングで、その魅力が少しでも伝わったら嬉しいぜ。きっと伝わっているわ。この動画を見て、ジャック・レモンの映画が見たくなった人も多いんじゃないかしら。そうだといいな。というわけで、
今回の解説はここまでだぜ。みんな、最後まで見てくれて本当にありがとうな。この動画が面白いと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしく頼むぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。